どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、こちらのレンズ XCD20-35mm F3.2 から F4 の E シリーズのね、こちらのレンズをレビューできればなというふうに思います。いや皆さん、ハッセルブラッド X2D Mark II 出ましたね。こちらのレビュー見ていただけたでしょうか。今回もね、本当にありがたいことに先行レビューの機会をいただきまして、めちゃめちゃしっかりと頑張ってね、こだわって作らせていただきました。で、同時発表となるこの 35-100mm のレンズですね、こちらの方も実際にね、レビュー動画をお届けできたかと思うんですけど、両方ね、まだ見てない方はぜひね、見ていただければなというふうに思っております。で、今回ね、ハッセルブラッドさんとのいろいろとね、取り組みさせていただいた中で、本当にこういったありがたい機会だったので、今回この X2D2 のね、無料のサンプルデータを皆さんに公開しています。実際にね、僕がこのカメラで撮影をしたロー写真、ローデータをですね、たくさん配布しております。無料でダウンロードすることができます。これがね、僕たちが運営しているビジュアルパークというね、オンラインショップの方から無料でダウンロードすることができますので、ぜひですね、そちらもね、チェックしてみてもらえたらなというふうに思うんですけれども、今回はこれですよ。2035のね、超広角レンズの世界。これがね、非常に素晴らしくて、もうロマン溢れる世界なんですよね。なので、もう買ってくださいとか、そんな話では全然なくて、もう一緒にね、最高品質の、最高光学品質をね、持つこの E シリーズのレンズの魅力あふれるね、ハッセルブラッドの世界を一緒に楽しんでもらえたらなと思ってお送りできればなというふうに思っておりますので、今回は結構ね、もうちょっと気楽にね、楽しんで一緒にね、見てもらえたらなというふうに思っております。ということでね、それでは早速やっていきたいと思うんですけど、まずはハッセルブラッドのレンズについてね、一回整理をしていきましょう。ハッセルブラッドの XCD レンズっていうのは結構いろんなね、シリーズ展開があります。まず今回紹介する2035と、35-100mm、こちらの2つは E シリーズ、エクスクルーシブの E シリーズという風になっています。このエクスクルーシブっていうのはね、もう唯一無二というね、意味を表していて、ハッセルブラッドの中での最先端のね、光学技術の本質をね、表したというような、そういったレンズのシリーズになっています。公式サイトには単焦点レンズについての記載もあったので、そちらもね、ゆくゆくは期待していきたいところではありますよね。で、この E シリーズ、何がね、本当にすごいかっていうと、これ両方とも今のところズームレンズになるんですよ。2035のズームレンズになっているんですが、これインナーズームですね。一般的にはズームレンズっていうのは単焦点レンズに比べて解像度とか描写性能が劣りやすいと、そういうふうに言われていたり、そういった認識を持っている方も多いんじゃないかなというふうに思います。ただしですね、このハッセルブラッドの2つのこのズームレンズっていうのが、今のところ E シリーズにね、位置してるというふうになるので、ズームレンズイコール劣るとか、そういったような常識を覆すような、そんなね、もう全く単焦点に引けを取らないような、もはやそれを超えてしまう、凌駕してしまうぐらいの画質というところが、このね、シリーズの2本になっています。で、他にも汎用性というね、意味を持つバーサタイルの V シリーズというものと、あとは軽量とかポータブルの意味での P シリーズというのがあったりします。で、その他のレンズとして XCD レンズたくさんあったりはするんですけど、本当にね、フラッグシップレンズというのが今回のね、E シリーズ、エクスクルーシブの E シリーズという風になっています。で、先にね、もうちょっと伝えておかないといけないので、価格をね、皆さんに伝えておくと、公式価格今93万4230円となっています。はい。はい、一般的な量販店マップカメラとかだったら8万4000円ぐらいとかになってくるので、それでも全然めちゃめちゃ高いんですけれども、もうこの価格でね、ほとんどのメーカーのフラッグシップカメラが買えちゃうような価格ではあるので、なかなか買いにくいし、この X2D2 と合わせたらね、もう200万円超えてしまうぐらいの価格にはなっちゃうんで、簡単に買えるわけではもちろんないんですけれども、これがどんなレンズなのかっていうのをね、ちょっとここからね、一緒に見ていけたらなというふうに思っております。はい、ではですね、まずこのハッセルブラッドのね、今回これ広角レンズになるんですけれども、他のね、広角レンズ群の選択肢があるのかないのか、そういったところをね、まず見たいと思うんですけれども、XCD シリーズの広角レンズっていうのは結構あります。3つぐらいありまして、XCD2.5 の 25V ですね。25mm の F2.5 の単焦点と、あとはこちらにあります 28pF4 のレンズですね。これも結構広角だし、あとはちょっと前のモデルとして 21mm の F4 のレンズもあったりします。これらがある中で、このレンズ自体が最も広角側のね、表現ができる。20mm というのはこれしかないので、最も広くかつ、ズームができるようなレンズがこれに当たります。でですね、ハッセルブラッドのね、レンズをお話ししていく前にですね、ハッセルブラッドのセンサーについてちょっと理解が必要になってくるんですよ。ハッセルブラッドというのはフルサイズセンサーよりも大きな、中盤センサー、ミディアムフォーマットと呼ばれるセンサーを採用しています。これによってフルサイズ換算を計算する必要があるんですよね。例えば APC センサーっていうのはフルサイズ換算で約 1.5 倍ですよと。なので 50mm のレンズを使っても 75mm ぐらいになりますよっていうその計算が必要じゃないですか。マイクロフォーサーズだったら2倍にする必要があるとか、それがですね、中盤も大きすぎるがゆえにフルサイズにかける 0. 何倍っていうものをしないといけなくなってくるんですよね。なのでフルサイズセンサーよりも広く映ってしまうので、
この中盤のミディアムフォーマットセンサーっていうのは、クロップファクターが 0.78 倍、約 0.78 倍となりますので、基本的に 0.78 をかけてあげる必要が出てきます。なので今回の 20mm、35mm っていうのは、フルサイズ換算で約16から 27mm 相当の画角という風になってきます。で、ここでもう一つ気になるのが F 値ですよね。F 値ももちろんちょっと考えが必要になってくるんですけど、F 値というのがそもそも明るさをね、示すような指標になるので、センサーサイズによる露出の変化っていうのはないです。なので、センサーが違うからとはいえ、同じ F 値であれば明るさ自体は変わりません。ただですね、ボケの量と被写界深度の感覚っていうのが異なってくるので、フルサイズ換算では同じく 0.78 倍をかける必要があるんですね。なので、今回のこのレンズは F3.2 から F4.5 になるため、フルサイズでいうところの約 F2.5 から約 3.5 相当のボケ量になるということは、これでね、計算が必要というか、ここをね、押さえておく必要が出てきます。ちょっとややこしいんですけれども、とにかく逆のね、計算をしておく必要があるというのが、ハッセルブラッド、中盤カメラのね、特徴になってきます。ということで、それらを踏まえた上で、スペック仕様をね、ここから見ていけたらなというふうに思います。まず、焦点距離20-35で、F 値は 3.2 から F4.5 ですよね。で、最大 F 値は F32 まで絞ることがね、できます。で、最短撮影距離は 32cm。で、重量は 805g、フィルター系は 77mm の非常にね、使いやすいレンズとなっています。で、思ったよりね、ちょっとこれ重たいんですよ。見た目はね、そんなに大きくはないんだけど、805g もあって、こっちのレンズと、約 100g ぐらいしか変わらないんですよね。こっちのレンズの方が明らかに大きいし、伸ばすとね、めっちゃ大きいんですけど、意外と持った感じは大差はないんですよ。ここがね、面白くて、このレンズはね、中身がかなり詰まってるレンズかなというふうに感じております。でですね、このレンズに限らず、ハッセルブラッドのレンズはですね、レンズシャッター機構を搭載しています。本来ね、シャッター、カメラのシャッターっていうのはカメラにあるじゃないですか。これがですね、ハッセルブラッドのレンズの中にあるんですよ。で、それぞれのシャッターが違った形になっているんですよ。なので、シャッター音も違うし、最速のシャッタースピードっていうのも変わってくるといった形になるんですよね。これがあることによって、中盤サイズなのに、こんなに小さいカメラをね、作ることができるみたいな、こういったね、特徴があるので、中盤センサーでこんなサイズって普通におかしいじゃないですか。っていうのが、レンズシャッターっていうところで、ここにね、かなり軽量化にね、つながっているというところがあるということも覚えておきましょう。でですね、実際の画質みたいなところに関してなんですけど、これ全く心配なくてですね、特に最近のね、XCD レンズっていうのは、もうそもそもボディが1億画素のね、センサーになっているので、もうそれを耐えれちゃうんですよね。基本的には1億画素っていうセンサーをもう見越した上で設計されていることもあって、だからこそ価格もね、ちょっと上がってしまうっていうのがあるのかなというふうに思うんですけれども、もうボディがね、本当に高画質で、本当にすごいね、センサーがあるからこそ、それに対応するようなレンズを作る必要があるっていうのもあって、このね、レンズの光学性能っていうその基準値っていうのはものすごくね、高いんじゃないかなというふうに思っております。で、先ほどね、すごい詰まってるとお話ししたと思うんですけれども、これ実際にね、レンズ群がもう本当にすごくて、まず非球面レンズが3枚あって、EDレンズが4枚入っていますと。で、それを含んだ上で12群16枚構成というもう本気のレンズ設計なんですよ。もうめちゃめちゃここにバシーンって詰まりまくってるんですよね。それプラスでもう1億画素に耐えうるような描写光学設計になっているので、さすがにね、ちょっとコストがかかってしまうよなっていうところはあると思うし、ちょっと本当これ手にするとわかるんですけど、めっちゃ詰まってる感がね、出てくるというところが、このレンズのね、全貌になるのかなといったところです。ではですね、そんなこのレンズのボディデザインをね、少し見ておきましょう。まずリングは2つだけです。ここのズーム、インナーズームとフォーカスリングのみになっております。F 値がカメラ側から制御する必要が出てきます。こちらの V シリーズ、これ55の V シリーズなんですけど、これだと、このね、感じで、マニュアルのね、クラッチがあるので、これをね、変更するだけで、マニュアルフォーカスにすることができたり、あとはここにコントロールリングがあるので、ここにね、割り当てて、ISO、F 値、シャッタースピード全部変えたりできるんですけど、これが一切ありません。一方ね、この3500の方は、クラッチ自体はないんだけど、このコントロールリングはあるんですよね。なので、ここに割り当てはできるんですけど、こっちにはないと。こっちの方がね、フラッグシップなはずなんですけど、こっちにはないっていうのは若干ね、残念なところではありますよね。で、あとね、ボディの造形で言うと、ここのね、すべてのこのリングにですね、H という刻印があります。これハッセルブラッドの H という刻印なんですけど、
これが全て刻まれていたりだとか、後玉の方にですね、ちょっと分かりにくいかもやけど、ここにもハッセルブラッドと刻まれていたり、あとはね、このレンズはメイドインジャパンであるというのがここに記されていたりしています。で、他にもね、ここのね、側面の部分にね、ビクター・ハッセルブラッドのね、創設者ですと、はい、の、V のね、頭文字がここにね、しっかりと刻まれていたりとかしていて、そのね、シンボルを表すようなね、特徴がしっかりと抑えられているような、本当にね、高品質、高級感のある、めちゃめちゃリッチなね、レンズになっています。ではですね、お待たせしました。実際のね、このね、使用体験、使用感をね、皆さんにお伝えできればなというふうに思っております。今回ですね、ヨーロッパでたくさん撮ってきました。ヨーロッパやっぱ建築物が多いですから、もう本当この広角レンズなかったらね、もう本当捉えきれなかった。そう言っても過言ではないぐらい、本当にこの広角には助けられました。たくさんね、写真があるので見ていってほしいんですけれども、なんといってもね、本当にこう広大に、もうダイナミックにね、捉えることができます。広角レンズ特有のこの歪みみたいなのも本当に抑えられておりまして、かなりね、多くの情報量をね、取ることができるのではないかなというふうに思います。中盤ならではの使用感でいうと、フルサイズのカメラってセンサーが3対2なんですよね。でもこのハッセルとか中盤センサーっていうのは4対3なので、若干ね、広く感じるというか、ちょっといつものね、撮っている画角とはまた違った楽しみ方ができたりするのも特徴かなというふうに思います。で、やっぱりね、外観だけじゃなくて、その中ですよね。中の、僕たちカタルーニャ音楽堂というところとかにも行ったんですけれども、こことかでも、なんか本当にその円形の差、中で撮った写真とかも本当にね、細部まで残すことができたりしますし、意外とね、広角レンズってアングルをね、探ってあげるとめちゃめちゃ面白い表現ができたりするなと思っていて、例えばね、支柱柱とかのね、間から、真ん中の銅像とかをね、映してあげるであったりとか、あとはね、先ほどの客席をね、どのように配置してあげるであったりとか、あとは僕たちサグラダ・ファミラのね、中にも入ったんですけど、あっこもね、どういう風にね、角度で撮ってあげるかによって、だいぶとね、見え方っていうのが変わってくるかなと思うんですけど、このダイナミックだからこそ、こう、ちょっとね、視点を変えたりとか、アングルを変えてあげるだけで、本当にね、いろんな見方ができるなという風に感じました。これはレンズレビューっていうか、普通に広角レンズの話になっちゃってるんですけど、非常にね、楽しいですね。で、ちなみにですね、今見ていただいてるね、この写真の、作例とかはですね、すべて僕たちが開発したシャッターパックというね、ダヴィンチリード6専用のプラグインで自動表示させています。これ何かというと、写真が持つ EXIF データをロードするだけで一瞬でね、デザインを展開できるんですよ。これやばくないですか？これ僕たち作っちゃいました。で、もうすべてビジュアルパークからね、ダウンロードすることができるようになっています。これ本当にね、めちゃめちゃいいものを作れたなと思っていて、プリセットをですね、17種類入れておりますので、いろんなデザインを一瞬でね、瞬時に切り替えていくことができたりします。で、このね、動画のような16対9っていうのがベースではあるものの、9対16、いわゆる縦動画にも対応させたプリセットっていうのも5つほどね、含めておりますので、それこそ TikTok、YouTube ショートとか、リールとかね、そういったプラットフォームでもたくさんね、柔軟に変更させていくことができたり、使っていくことができるので、本当にね、コンテンツクリエイターさんとか、フォトグラファーさん、プロカメラマンの方とかにも、こういった SNS とかでもね、使っていただけると思いますし、商用利用もね、可能になっておりますので、ぜひですね、こちらシャッターパックプラグイン、まだね、知らない方、使っていない方ね、ぜひ使っていただければなというふうに思っております。話を戻すと、このレンズ、1個ね、すごく使いやすいところがあって、それがね、自動可変 F 値なんですよ。これめちゃくちゃ良くて、今のところこの2つのレンズって、ズームがね、F 値が可変のズームになるんですよね。例えばね、この3500とかも、開放側だと F2.8、要は広角側。で、望遠側、ズームをしたら F4 になりますよね。で、それを戻すと F 値も戻るんですよ。望遠から広角にすると F 値が変動して開放になっていくんですよね。自動で。これがめちゃめちゃ使いやすくて、他のメーカーって無理よね、それ。あんまりないはずなんですけど、これがね、非常に使いやすい。だから、常に開放で撮れるので、この可変ズームっていうのに全くね、嫌悪感を抱かないっていうか、全然いいよってなるんですよ。ここはね、本当にすごくいいなと思います。ただ一方で、ゴーストとフレアに関してなんですけど、フレアはね、そんな出ない。フレアは、出ないはずなんですけど、ゴースト、あれゴーストかなだと思うんですけど、逆光時結構こっちはね、気にはなるんですよ。なんか、ちょっと隅の方にね、なんか滲んだ感じのね、ゴーストかながちょっと出てるような感じが何回かあるので、ちょっとこれはね、若干気にはなるかなといったところは正直なところあります。とはいえね、ほんと画質自体はもう別格で1億画素をね、全く問題なくキリッとね、しっかりと描写することはできていますので、絵自体はすごくいいので、ちょっとね、ギャップはあったものの、実際のね、炎天下のね、空のグラデーションとかのその色の再現力含めて、すごくね、気に入ってはいます。で、あとサイズ感ですよね。実際のこのレンズ
ズのサイズ感はちょっとやっぱ大きめではあるんですよね。特に、X2D だったら問題ないんですけど、ちょっとね、この 907X の方だと若干大きいかもしれない。つけるとこんな感じになりますね。全然ね、使うことはできるぐらいではあるんですけど、ちょっとね、別売りのグリップがあった方が、確実に持ってるかなっていうのと、結構フロントヘビーなんですよ。こうボディよりもね、明らかに重たいので、三脚も若干怖くはなるかなといったのはあるので、ちょっとね、この辺の工夫は、ある程度した方がいいかなと思いつつ、でもね、全然使えるぐらいの感じかな。この 907X に3500の方はね、もうマジで結構ほんとアンバランスになって、特にズームするとね、もうこんなんなっちゃうから、かなりね、すごいここ考えないといけないんですけど、意外とね、グリップをつければ、こっちのレンズはね、大丈夫だったりはしますね。で、あと実際の使用感として、ズーム比ですね。要は、ズーム比が2倍未満になるんですよ。これ要はですね、超広角画が約 16mm で、広角画が 27mm 相当になるので、望遠側でも結構広いんですよね。その2倍以下、32mm まではいかないので、正直ね、そんなにズームしてもあんま変わらないっていうのは正直あります。広角側でね、1mm 変われば、その入る表示範囲って全然変わってはくるんですけれども、言うてやっぱ超広角の中でのズームレンズだなというような感じがやっぱしますね。やっぱそのフルサイズでいう1635みたいな、35ぐらい寄れるっていうのがね、やっぱ体感値でもないので、そこら辺は若干ね、使用していて、もうちょい寄りたいなっていう時は正直やっぱ出てはくるんですよ。ただですね、ハッセルブラッドのカメラっていうのは1億画素持ってますので、クロップしてしまえばいいというのはありますので、正直これ超広角でクロップしたよって言わなければ、全然誰も気づかないぐらいの画素数をね、持っておりますので、多分そこをね、踏まえての20、35なのかなというふうには感じています。ハッセルのレンズがあんまり望遠側のね、レンズがそんな多くないっていうのは、結局クロップしてしまえばいいというね、そういったところもあるのかななんていうふうに僕はね、感じております。で、あと似たところで言うと、25V がありますよね。25VF2.5 だったかな。で、こっちのレンズとどっちがいいかっていうところになると、25V の方が明るいんですよね。F2.5 なんで、こっちの方がやっぱ夜の撮影とか、僕はドバイとかでも使ってたんですけど、こっちではめっちゃ良かったですね。で、25V あれば 20mm ぐらいで使えるので、ほぼほぼ、全然十分ではあるんですよ。ブルジュ・ハリファっていうね、世界一高い建造物 800m ぐらいあるんですけど、あれも 25V だけ入ったんで他のレンズ入らなかったんですけど、とかなってくるんで、あれでも全然いいかなとは思うんですけど、あとはコントローリングとかあっちの方がね便利だったりはするんですけど、やっぱでもこっちの方がね最広角側がね広いので、ちょっと難しいけどより広くしたいならやっぱこっちにねなるかなといったところはありますよね。で、あとねちょっと僕がね気になるところはねフードなんですけど、フードがねこれ花形のフードになっております。これ自体全然いいんですけど、ちょっとね不格好かななんて思っちゃったりはしていますね。 V シリーズ P シリーズはですね、このフードがねこっちタイプなんですよ。こういうなんか円形のねフィルターフードになっているんですけど、こっちの方が僕は好みなんですよね。かっこよさだけでねもちろん決めたらあかんかなとは思うんですけど、ちょっとこの花形が若干残念ではあるかな。あとねハッセルのフード若干つけにくくて、このオレンジとオレンジを交わせてねこうつけれるんですけれども、若干ねこれコツが必要なんですよね。最初の頃よくねミスってなんか取れへんくなっちゃったりとかしてて、めっちゃしっかり水平に合わせてねつける必要があったりとか、しっかりメモリを見ないといけないとかあるので、若干フードがねちょっと取り回しがね若干物足りないかなっていうのはちょっと感じてはおります。はい、という感じですかね。オートフォーカスとかに関してもですね、本当に問題なく X2D2 からの新しい AFC でねコンデニアセーフでしっかりと使うことができるし、僕がね今回すごく楽しかったのは、もう本当に広大な絵の中にこう人物を一つポツッと入れてあげると、それがね本当にこう旅に行った感がめちゃめちゃ出てきますし、そこにポツンと誰かがいるだけでも本当に印象ってめちゃめちゃ変わるし、なんかこんな贅沢なね旅の残し方ができるのだとすごく気分も高揚したしっていうので、僕はあんまりね超広角のレンズは使わなかったんですけど、このハッセルブラッドのこのレンズによってすごくねなんか教えていただいたような感じがしていますね。で、あとはねもう胸張って言えるのは、もうヨーロッパにはもうマジで広角いる、もうこれはねもう絶対いるなと思って、今回すごい良かった。これ持って行ってて、ドバイでも 25V がなければブルジュ・ハリファもう一面入れることはできなかったんで、海外旅行結局広角絶対あった方がいいかなと思うんですけど、この3500の場合はねやっぱり換算28ぐらいからで、28はちょっとやっぱね足りない時も多いんですよ。28
しでも全然ね、頑張れば弾けばね、サグラダ・ファミリアとか、全然弾ける環境であれば入れることはできるんですけれども、やっぱり建築物に対して近づいて、それをダイナミックに映すであったりだとか、あとはその建物の中からいろんなアングルで覗いた時に広角レンズが生きてくるみたいなシーンって結構あったりはするので、これからもしね、ヨーロッパ旅行に行きたいという方とかは、もうぜひね、広角レンズは1本は持っておいてほしいなというふうに思います。このレンズじゃなくても、この 28P の方でもね、本当に綺麗に、明るく広く映ったりはしますので、2035が一番広角ではあるんですが、この広角レンズのね、世界って本当に楽しかったよっていうネタ、僕のレポート動画になっちゃったんですけれども、ぜひですね、こちら、興味ある方はね、チェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね、ハッセルブラッドで最も高価ね、20-35mm の90万円超えのね、レンズをご紹介させていただきました。今回ね、紹介したからといって、そんなすぐに買えるわけではもちろんないですし、僕も本当こういった機会をいただけてるから使えるだけであるんですが、ハッセルブラッドのレンズっていうのは実はですね、皆さん10万円から購入できるんですよ。10万円でも高いんやけど、10万円というか10万円台か。10万円台から実はこういったレンズとか購入することができるんですよね。これ大体14万円ぐらいで買うことができます。でもこのレンズでも全然問題ない写りなんですよね。全然非常に綺麗だと思います。ハッセルブラッドのレンズってなかなかさ、試すことできないじゃないですか。なので次回の動画、なんとハッセルブラッドのレンズ解説、おすすめレンズ7選をね、皆さんにご紹介できればなというふうに思っています。価格は10万円台から、ちょっとこの辺も入ってくるんですけれども、90万円ぐらいのレンジで、僕も本当にありがたいことにね、たくさん使わせていただいたので、これはこういった用途にいいし、1本目ならこれだし、もう価格を抑えるならこれだしっていうのがあったりとか、全て作例をね、たっぷりとつけながらね、ご紹介できるかなと思いますので、次回のね、このハッセルブラッド動画のね、動画シリーズの中の最後のね、レンズ解説動画もね、ぜひ一緒にね、合わせて、次の動画で見ていただければなというふうに思っております。そして X2D2 のレビュー動画、35-100mm のレビュー動画の方も合わせてご視聴ください。で、最後になりますが、ビジュアルパックというオンラインショップで、シャッターパック、今回のね、おしゃれなこの写真デザインのものを誰でも使うことができるダヴィンチリゾルブ専用のプラグインを開発していますので、こちらもよかったら使ってみてください。このプラグインはね、ダヴィンチリゾルブの無料版でもお使いいただくことができますので、本当にね、SNS コンテンツクリエイターの皆さんにお勧めできるかなと思いますので、こちらもチェックしてほしいし、X2D2 のね、サンプル写真もね、もう無料でたくさん提供しておりますので、ぜひね、もうせっかく用意したので、たくさんの方に届けば嬉しいなというふうに思っております。ということで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。